あなたは神を信じますか？遡ること28年前の1993年4月19日、アメリカテキサス州のウェーコ、ここにある施設で激しい銃撃戦が繰り広げられたんです。この施設を所有しているのは宗教団体ブランチ・ダビディアン。施設の前には19台もの戦車、装甲車、武装ヘリが構えていました。ブランチ・ダビディアンを攻撃しているのは FBI。ブランチ・ダビディアンの教徒たちは FBI の武装にもひるむどころか、密かに構えていた軍隊レベルの戦力で対抗してきたんです。 FBI が戦況を変えようと大量の催涙弾を施設に投げ込むと、突如教団が炎上。なんと追い込まれた教祖は80人以上の信者と集団自殺。集団自殺を決行した80人以上の信者たち。彼らはなぜ自殺に踏み切ったのでしょうか。ブランチ・ダビディアンは孤独の闇の救世主だったんです。おっさす、依然としてクリスマスはぼっちだよ。ケンちゃんです。みんなの心をわしづかみ、やみやみこです。わしわしペシわしわしペシわしわし。ペシいやでもペシつけてくるわね。本日皆様にご紹介するのはですね、なんと FBI との銃撃戦で話題になったブランチ・ダビディアン事件についてなんです。宗教団体相手に FBI まで出てくるって、どんだけすごいとかひどい団体だったわけよ。すごいですよね。もうよっぽど勢力があったということなんですよね。同時にね、僕はね、この話聞いた時に、刷り込みって本当に恐ろしいなって思ったんです。怖い怖い。というわけでね、ちょっとどんな話かね、皆さんも気になると思うんで、早速見ていきたいと思います。怖い。軍隊並みの戦力と忠誠心。遡ることおよそ28年前の1993年4月19日、アメリカテキサス州のウェーゴ、 FBI はある捜査のために宗教団体ブランチ・ダビディアンの活動場所に訪れ、ブランチ・ダビディアンとの交渉を試みようとしていました。しかし交渉は難航。ブランチ・ダビディアンは交渉に応じる姿勢を一切見せず、施設に立てこもって抵抗を示したんです。 FBI は根気強く交渉を続け、交渉時間は215時間、回数で言うと754回にも及んだんです。めちゃくちゃ交渉すんな。その日数はなんと51日間。ブランチ・ダビディアンは籠城戦に備え1年分の備蓄を用意していました。膠着状態の長期化を憂慮した司法長官は覚悟を決めたんです。これ以上の交渉は無意味だ。強行突破する。ブランチ・ダビディアン側に武器があると知っていた FBI は19台の戦車、装甲車、武装ヘリを出動させ、ブランチ・ダビディアンが立てこもる施設の壁を打ち破ることにしたんです。いくら武器を持っていたとしても相手は民間人。強行突破さえできればブランチ・ダビディアンは降参すると思っていたんです。しかしブランチ・ダビディアンが保有している戦力は予想をはるかに超えていました。なんと彼らの戦力は軍隊並み。このブランチ・ダビディアンの信者たちはなんと降伏せずに反撃してきたんです。そのため FBI と激しい銃撃戦になってしまったんです。突入。司法長官の指示で FBI 捜査官は一斉にブランチ・ダビディアンが立てこもる施設へ突入。信者たちは物々しい装備の捜査官たちや戦車、装甲車、武装ヘリも恐れず、対物ライフルや重機関銃、拳銃などを構えた。ブランチ・ダビディアンは武器を集めるだけではなく、日頃から戦闘訓練を積んでいたのだ。銃撃で抵抗する信者たち。このままでは拉致が開かないと思った司法長官は次の作戦を考えた。大量の催涙弾でいぶせばさすがにあいつらも飛び出てくるだろう。司法長官は93発もの催涙弾の投下を指示。しかしいくら待っても施設から誰一人出てこない。おかしい。司法長官がつぶやいたその時、突然施設が炎に包まれた。ブランチ・ダビディアンの信者たちはまだ誰も出てきていない。まさか自ら火を放ったのか。ブランチ・ダビディアンの教祖と信者たちは燃え落ちる教団と運命を共にすることを決めたのだった。この様子はテレビで生中継され、多くの人々の注目を浴びた。生存者はわずか9名。誰も予想していなかった結末だった。勝てないと思って集団自殺した。そのね、可能性もあるんですけれども、可燃性のガスに火花がついてね、爆発してしまったっていう説もあるんです。真実は分かんないんだけどさ、1年間籠城訓練したりとかさ、装備とか整えてたわけでしょ。ブランチ・ダビディアンってマジどんな組織なのっていうさ。
なんか名前だけちょっとかっこいいんですよね、僕ちょっと中二病なんでちょっと好きなんですけど、ただ、もうやっぱやってることがねやばいんでね、まあやっぱかっこよくないですね。一体どんな目的でね、どんなことを信じて集まってしまったのか、このブランチ・ダビディアン、皆さん気になりませんか？気になるわ。というわけでね、早速ね、どんな宗教団体なのか見ていきたいと思います。すべての始まり。ブランチ・ダビディアンの始まりは今から遡ること66年前の1955年。もともとブランチ・ダビディアンは一般的なプロテスタント系の宗教団体でした。立ち上げられた頃は過激な宗教団体ではなく、教団内の雰囲気も穏やかだったと言われているんです。本当かよ。しかし、ある一人の男性が教祖になったことをきっかけに、ブランチ・ダビディアンの運命は変わっていったんです。その男性こそブランチ・ダビディアン事件が起こった時の教祖、デビット。デビットはある思想を信者たちに説き続けたんです。怖っ。ブランチ・ダビディアンの信者だけが生き残ることを神に認めてもらえている。なわけねえだろ。デビットは最終戦争が勃発すると強く信じていたんです。最終戦争とはキリスト教信者とキリスト教を信じない者による戦いで、デビットは最終戦争の敵がアメリカ政府だと話していたんです。信者たちが軍隊並みの装備と力を持っていったのは、デビットの言葉を信じ最終戦争に備えて武装化していたから。デビットは信者たちにマウントカーメルセンターと呼ばれる施設で共同生活するように指示していました。ブランチ・ダビディアンは100人以上が所属しており、子供連れの親もたくさんいたんです。しかしここでの生活は正常とは遠くかけ離れたものでした。例えば信者たちは外界とのやり取りは禁止でした。それどころかテレビを見ることさえ許されていなかったんです。理由は暴力やドラッグのような悪に触れてしまう危険性から身を守るためなんだそうです。食事の時は全員が食堂に集まり一緒に食べなければなりません。炭酸飲料、ジュース、お菓子などの甘いものは一切禁止。異常なルールは減るどころかどんどんエスカレートしていったんです。そしてついには恋愛、結婚も禁じられるようになっていきました。しかし教祖のデビット自身はある行為が許されていたんです。その行為とは処女との性行為。なんでやねん。彼は信者の中から処女である女性を選び出し、その女性たちに子供を産ませようとしたんです。条件に当てはまる成人女性は限られます。次第にデビットは未成年の少女とも性行為をするようになっていったんです。捕まれ早く。実は当時のアメリカ、テキサス州では14歳以上の未成年との性行為は親の同意があれば合法だったんです。デビットは事前に本人とその親から合意を得ていたため、この行動について罪に問われることはありませんでした。そしてデビットの行動はさらにエスカレート。未成年の少女たちに結婚を申し出るようになったんです。少女たちの親の中には結婚の申し出を拒絶し、ブランチ・ダビディアンから抜けた者もいました。しかしデビットからの申し出を受け入れた親もいたんです。そしてデビットは多くの女性、少女と性的関係を持ち子供を産ませたんです。彼の妻は10人いたと言われているんです。しかしブランチ・ダビディアンの信者たちは相変わらずデビットを熱心に信仰していました。なんで誰もおかしいって言わないわけよ。自分たちの娘守らないの普通。絶対もうなんか想像もつかんですよね。まあ我々子供いないけど、いないなりにやっぱなんか考えても無理ですよね、どう考えても。まあ多分ね、マインドコントロールされてたんでしょうね。でしかも信者たちは娘さんの親でもあるんですけど、デビットの信者でもあるんで、もうなんか盲信してたんでしょうね。マインドコントロールって洗脳ってことでしょ？まあ実はその2つちょっと違うんです。そうなの？というわけでね、本日のメトラーキーワード。マインドコントロールとは言葉や行動、態度によって他人をコントロールすることなんです。洗脳と似ているんですが、洗脳は暴力や圧力などで強制させるのに対して、マインドコントロールは密かに都合のいい方向に誘導するという方法を取ります。カルト団体や宗教団体では思想のコントロールが用いられることが多く、団体にとって都合のいい思想を植え付け、他の考え方を排除するんです。デビットも繰り返し過激な思想を解くことで思想を植え付け、集団生活の中で外部からの情報を遮断。そうすることでマインドコントロールをより確かなものにしていったんです。つまり洗脳と違って知らないうちに操られてるってこと？そういうことなんです。怖いっすよ。なんでそもそもデビットはこんなマインドコントロールなんてしようって思ったきっかけでもあんのこれ？きっかけね、物事には因果があるんですよ、ヤミコさん。というわけでね、デビットが教祖になった理由を見ていきたいと思います。孤独の闇。遡ること今から62年前の1959年8月17日、アメリカテキサス州のヒューストンで一人の少女が男の子を産みました。この男の子こそ後にブランチ・ダビディアンの教祖となるデビットなんです。しかしデビットの母はあまりにも若すぎました。なんとデビットを出産した時たったの14、15歳だったんです。さらに父が誰なのかは不明でした。バーノンと名付けられたデビットは祖母に引き取られ育てられるんですが、その生活は5年で終わり。デビットが5歳になった頃、突然現れた母親は見知らぬ
男性と一緒でした。育ての親であった祖母と別れ、デビッドは実の母と義理の父との3人で暮らし始めるんです。しかし義理の父はデビッドに対して厳しく当たり、失読症を患っていたデビッドは学校ではバカの子が来たと悪口を言われていたんです。もう陰口を言うこの親の方が絶対バカ。それ大人になったデビッドからは想像もつかないほど彼の子供自体は孤独に包まれていたんです。やがてデビッドは義理の父に家から追い出され高校を中退。最悪の父。居場所を失ったデビッドがたどり着いたのは聖書でした。彼は12歳で聖書の内容をほぼ暗記し、17歳には自分がキリストであると妄想までするようになったんです。仕事をするようになってからもデビッドの頭の中は聖書のことばかり。聖書の話ばかりしていたせいでクビになることが続いていました。めちゃくちゃ好きやんもうそれ。そんなある日デビッドはついにブランチ・ダビディアンと出会うんです。デビッドはすぐに入信し、ブランチ・ダビディアンの信者になりました。そして持ち前のカリスマ性、聖書の知識が功をなし、彼はブランチ・ダビディアンの中で頭角を現していくんです。後継者争いに勝ち、多くの信者から支持を得たデビッドはブランチ・ダビディアンの新たな教祖になるんです。そして名前をバーノンからデビッド・コレシュに改名しました。デビッド・コレシュという名前はユダヤ人を解放した救世主と古代イスラエルの王の名前に由来しており、改名したデビッドは自らを7つの封印を解放できる唯一の救世主と称するようになったんです。中二病感あるよね、ちょっとね。そんなデビッドが教祖だった時の信者たちにはある共通点があったと言われているんです。それは世の中から疎外感を持っていること。かつて孤独の闇に溺れていたデビッドの存在が同じように孤独に苦しむ信者たちの最後の救いだったのかもしれません。少女を妻にしちゃうようなやつでも誰かの救いにはなってたわけね。人間の評価ってどの面から見るかでね、全然変わってきちゃいますよね。そもそもなんでブランチ・ダビディアンは捜査されてたのかしらね。これ今んとこなんか捜査されるようなところ見つかんないじゃない。実はですね、ある人物の行動が捜査のきっかけになっていたんです。ユダの裏切り。熱狂的な信者が集まるブランチ・ダビディアン。デビッドのそばにはいつも補佐役のマークがいました。マークはデビッドから信頼されているいわゆる幹部的な存在。しかしその信頼が甘えになったのか、デビッドからマークへの要求はどんどん厳しくなり、ある日ついにマークの限界が来てしまうんです。デビッドはもう私の手には負えない、もうここを離れよう。1990年、現状に耐えられなくなったマークはついに教団から抜け出すんです。そしてマークはそのまま教団内部の異常性を密告。マークの密告によりブランチ・ダビディアンの異常な内部状況はさらされることになっていったんです。 FBI は早速捜査を開始したんですが、すぐに壁にぶち当たります。ブランチ・ダビディアンの行動に違法性があるとは言い切れなかったんです。デビッドと未成年の少女たちの性的関係については本人も両親もデビッドとの関係を受け入れており、デビッドを愛しているとまで発言しているため違法にはならないんです。また教団に大量の武器が装備されていることも分かっていたんですが、アメリカの場合武器の所有は国民の権利。ブランチ・ダビディアンが武器を所有することは何ら違反でもないんです。どうしたものかと悩んでいたある日、地域住民から一本の通報が。全自動制御の銃声が聞こえた。なんとブランチ・ダビディアンの施設であるマウント・カーメルセンターから全自動制御の銃声が聞こえてきたというんです。それがどうしたの？銃の所持って認められてんでしょ？実はですね、この全自動制御の銃っていうのは、短時間にいっぱい弾撃てるんで、もしね銃を持った人がそれを使ってね、テロとかも起こしちゃうわけですよ。なので実はアメリカでもね、禁止されてるんです。あ、そうなの？なのでこれを持っているっていうところ、許可がないっていうところで、捜査にね踏み込むきっかけになったんです。1993年2月28日、ブランチ・ダビディアンにアルコールや銃器物、爆発物などを取り締まる ATF による強制捜査が始まったんです。しかしこの1回目の捜査突入は失敗。実は ATF による強制捜査の情報がテレビメディアに漏れ、ブランチ・ダビディアンの信者の耳にも入っていってしまったんです。テレビ局も何しとんも。同年4月19日、武器の不法所持に関する捜査権が ATF から FBI に移り、2回目の突入が行われました。交渉が51日間にも及ぶ長期戦になったため、強行突破を決めた FBI とブランチ・ダビディアンの間で銃撃戦が勃発。激しい抵抗にあった FBI は降伏させるために大量の催涙弾を投下。するとなぜか施設が突然炎上。教祖であるデビッドを含む80人以上の信者が焼死したんです。自ら火放ったのかしらね、本当に。でもデビッドの悪事は暴かれてるわけでしょ、これで。ブランチ・ダビディアンのね、宗教として中で行っていた悪事っていう意味だったらね、裁かれたし、児童虐待を行っていたこともね、明るみになったんです。なんかすっごい含みのある言い方するんじゃない？実はですね、もちろんね批判もされたんですけど、アメリカ国内だとブランチ・ダビディアンに対して、特にデビッドに対しての評価っていうのが意外な方向に進んでいってしまったんです。
ブランチ・ダビディアン事件は生中継で放送され、全米に広く知れ渡りました。軍隊並みの兵器を所持している団体に恐怖を感じた人もいると思います。しかし、この事件を見ていたアメリカ国民の中には ATF、FBI の対応方法に疑問を持つ者が少なくなかったんです。ブランチ・ダビディアンが FBI によって包囲された当時、彼らはあくまで武器を所有している疑いがあっただけなんです。彼らは殺人やテロ行為を行っていたわけでもなく、教団側が何か犯罪を起こした証拠もありません。この事実に対し、一部のアメリカ国民はこう非難しました。侵攻、武装の権利に対する連邦政府の不当な弾圧だと。他にも ATF と FBI の行動にはいくつか問題があったと言われています。確かに道徳的に正しいかと問われれば難しいですし、過激だと捉えられる思想であることも否めないんです。しかし、それが犯罪につながらない限り、信仰の自由は保障されています。ブランチ・ダビディアンは現在も存続し、活動を続けているんです。あの時、FBI や ATF はどのように対応すべきだったのでしょうか。